ご神君。一つ。我が子の可愛さを知いて、神の氏子を守りくださることを悟れよ。寝ていても内輪の動く親心。これが親の心情であります。寝ていても起きていても神様のご守護は続くのです。その情を知るところからお道の信心は始まります。親の心に沿うことを一生懸命に努める人を孝行者と呼ぶように、神の思いを悟り、神の思いに沿っていく人を誠の信者と申します。師匠がその情を知るところからとおっしゃっておられますね。神様の情を知るということですね。この神様はいろいろな面をお持ちですね。ある時はそれこそ神様のご親切に触れ、なんと優しい神様だなと感じる時もあります。かと思うと怖い神様だな、厳しいなと感じる時もありますね。またこの見教え、師匠のミニご理解の一つにも当たるのでしょうか。今日新中記念の時に思い出させていただきましたことは、私がまだ教会修行に入らせていただいて間もない頃でした。夕方4時のご記念、お下がり前のご記念ですね。それを師匠が使えられますから、修行生も一緒にお昼前の方でそのご記念をさせていただきます。その新中記念の時に何かお声をいただいたのですね。小さい子供というのでしょうか、2つ3つの子供に言うような口調で、お前にはほうれん草はやらんよといったようなことをいただいたのですね。それで師匠がご記念の座から下がられ、お下がり前にまたご結界に着かれますが、そのご結界に着かれた時に、実はこういうことをいただきましたが、どういうことでしょうかとお尋ねにご結界に行きました。そしたらそこで師匠がご理解くださったことが、それは神様が建て替えなさっているのだというようなことでしたね。建て替えなさいよとたいというようなことですかね。だから神様くださいくださいとおすがりしていかなくちゃいけないねというようなご理解でした。標準語に直すと、神様がからかっておられるような感じだねと。だからくださいくださいとこちらからすがっていかなければならないねというようなことでしたね。その翌日のご理解でしたでしょうか。いつか師匠がご理解くださったことがあると思うのですけれども、いわば私ですね、ここに修行に入って、そして人が助かるためのお役にでも立ちたいと願うて入ってきた。そのためには力をいただかなければならない。そのほうれん草というのは
力のもとだと、いわゆるポパイがいただいて力が出るというほうれん草ですね。その力のもとにもなるほうれん草、それをいただきたいとやっぱり願っている。ところが神様がその力のもとになるほうれん草はやらんよと言われる。それもただお前にはやらんぞといったような強い調子ではなく、いわば小さい2つ3つの子供にお菓子ならお菓子、チョコレートならチョコレートを見せて、見せぶらかしてというのでしょうか。そして子供がちょうだいちょうだいと言うてくる。それをからかうように、やらんよとからかいますね。実はその子供にチョコレートをやろうとしているのですけれども、わざとのようにやらんよと言ってからかうわけです。そして、ちょうだいちょうだいと言ってくるのを待っているというのか、そんな感じですね。神様もそんな感じなのだと。だからこっちとしては欲しいのだから、そこにくださいくださいとすがっていかなければならないよと、そういうようなご理解でしたね。いわば神様にはそういう一面もおありになさるということですね。授けたい、あげよう、お菓子をあげようというけれども、思っているけれども、それを見せぶらかすようにして、それでもやらんよと言われる。いわばからかいなさる、からかっておられる、そういう一面があるということですね。神様にはいろいろな面がありますね。信心の稽古をさせていただいておりますと、その優しい神様に触れたり、厳しい怖い神様に触れたりすることもありますけれども、またそういうふうにからかわれるような一面もある。またこれは師匠がある時、神様命定させていただきましたとお礼を申されたというようなこともありますね。そういうようにこの神様は決して四角四面の杓子定規な方ではないということですね。そういう神様のいろいろな情というのでしょうか。人情味あふれるというのか、心情味あふれる神様のお心に触れていく。そこから初めて今日のミニご理解のような世界に入っていくのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。